障害科学におけるデータに基づく意思決定、データによる経験と勘の拡張ということで、私、筑波大学人間系障害科学域の佐々木がお話をさせていただきます。このスライドに現れているキャラクターは、発達障害のあるキャラクターを模しているものになっています。で、私の簡単な自己紹介を先にさせていただこうかと思います。私の専門は発達障害になりますが、主に心理師として、実際の支援、実践の現場にもいたことがございます。で、研究のテーマとしては、その発達障害と人の行動を分析する、この行動分析学というもの、あと、障害のある方のテクノロジーですね、支援技術というこの3つを大きなテーマにして研究をさせていただいています。私の研究室はサクセサビリティラボというふうに言いますが、社会的に障害のある方の公平なアクセスを保障し、かつ自己実現、サクセスをもたらす条件や方法を研究し、社会実装までつなげることをミッションとしています。今日はデータに基づく意思決定ということで、簡単に障害科学においてデータっていうことをどのように捉え扱っているのかっていうことを、私の研究分野を中心にご紹介をさせていただいて、その後、私の研究の内容に基づいて、データに基づく意思決定っていうのをどういうふうにやっているのかっていうことを少しお話しできればいいかと思っております。で、今日のトピックはですね、この大きく2つになります。まず1つは、障害科学におけるデータの取り扱いですね。その後、2つ目に、私の研究でやってきたものでありますけども、福祉施設におけるデータに基づく意思決定の研究について簡単にご紹介できればと思っております。それでは順番にお話しさせていただきます。障害科学におけるデータとはということで、まず障害科学っていうことを初めて聞く方もいらっしゃるかと思います。筑波大学には障害科学類、また大学院には障害科学学位プログラムという組織がございます。この障害科学とは、いろいろな専門、学問分野の方が集まる融合領域であるんですけども、障害のある人々への具体的なサポート、またその基盤となる基礎的な研究を通して、障害から人間の本質そのものを探求するということを大きな目的として挙げています。で、その障害科学におけるデータとはどのようなものかと言いますと、一般的に分かりやすい、馴染みやすいというのは、障害があるかないか、これを日データというふうに言うかと思いますけども、あるかないかというのも一つのデータだろうと思います。ただこれがなかなか難しいなと思うこともよくあるんですね。例えば、同じ障害の名前であっても、視覚障害であっても、その人によって見え方は異なりますし、他の障害でも同じです。同じ障害の名前でもバリエーションに違いがあるので、ありなしということで、日データで区切ることによって、多様さが見えにくくなるっていうこともあるのかなというふうに思っています。障害科学におけるデータとしてよく用いられるデータというのが、大体この3つぐらいかなというふうに私は思っています。一つは、障害っていうのは個人と環境の間にあるものというふうに私たちは捉えることが多いので、じゃあまず個人の機能にどのような障害があるのかということを知るために、例えば視聴覚の測定をしたり、心理知能検査をして、その方の凸凹というか、苦手なこと、得意なことを知っていく、そういうデータというのがあります。また、障害というのは本人、個人だけで正規するものではなくて、環境側の相互作用というふうにお話ししました。環境側の要因を知るためのデータとして、障害に関する理解認識や周りの方にどのくらいありますかっていうことを測る心理尺度を用いたり、そのように環境側の要因を知るデータを集める。また、さらに具体的なサポートということをお話ししたので、そのサポートは本当に有効ですかということを知るために、コミュニケーションが難しい方であれば、コミュニケーションの行動がどのように正規しているか、どれぐらい正規しているかっていうことを観察して測ってデータに落としていくっていうことがあります。もちろんこの他にも多様なデータの取り扱いがありますが、
このように障害というね、文脈ではデータをこのように集めていくことが多いかなと思います。じゃあなぜ障害科学になぜデータが必要かということをお話ししたいなと思います。で、私は福祉施設の職員を実際にしてたこともあるんですけども、結構福祉とか教育の現場ですね、経験と勘っていうことは、よく用いられる、重視されるところもあるんじゃないかなというふうに思います。こういう指導が以前他の子にもうまくいったから、きっとこの子にもうまくいくだろうと。でもこの経験と勘っていうのは、誤解や偏見をもたらすことがあるんだろうと思うんですね。ある子供にうまくいったからといって、本当に別の子供にうまくいくのだろうかと。この経験と勘だけに偏ると、サポートっていうのは、より発展していかないっていうところがあるかなと私は思っています。で、またもう一つですね、そのサポートということ、あるいは実践ということに関して、科学的根拠に基づきましょうということを社会的に今要請を受けているところかと思います。これをエビデンスベースドプラクティス EBP というふうに略されることが多いですが、例えば自閉スペクトラム症という障害はなかなか他者から見て見えにくい部分がありますので、その自閉スペクトラム症を早く気づくことができれば早く支援ができるので、より良い成長発展につなげられるんじゃないかと。そのために客観的なアセスメントツールを用いましょう。例えば検診でお子さんを見たときに、この子は自閉症じゃないかという経験と勘ではなくて、客観的な指標を使ってどれぐらい自閉症の方の傾向に近いのかどうかを数値的に測るということも推奨されています。これは研究により有効と裏付けられた指標、あるいは支援技法になりますが、同じ障害名の他の子どもにも有効である確率が高いので、例えば先ほどのアセスメントで言えば、実際にこの研究をした時の、アセスメントツールの研究をした時のデータは他のお子さんなんですけども、きっと自閉スペクトラム症の他のお子さんにも有効だろうということで、科学的根拠が示されているものかなと思います。なので、経験と勘だけではなかなか難しいことが障害という領域には多くあるかなと思います。ただこれを見ている皆さんにとっては、さらにここに疑問を持ってほしいなというふうに私は思います。この根拠ということに用いられた研究データは、必ずしも目の前の障害のある方のデータではないので、本当に同じように再現できるのかっていうことも関心を持つところかなというふうに思います。これについてはまた後ほど詳しくお話したいと思います。さて、データ収集における障害ということで、障害に関して研究をするにはデータを集めるときにも障害について聞くことがあります。わかりやすい質問としては、あなたには障害がありますかという質問があります。でもこれ、なかなか人によって受け答え、感じ方違うんですね。例えば、障害があるかどうかを聞くなんて失礼だというふうに思われる方もいるかもしれません。障害という言葉のイメージは人により異なるので、障害ということに非常にネガティブなイメージを持たれている方もいらっしゃるし、そこまでネガティブなイメージを持たれてない方もいらっしゃいます。また、障害がありますかと聞かれて、本当は障害の診断を受けてるけど、このデータがどのように使われるかわからない。ちょっと心配なところもあるので、いいえと言いますということもあるかもしれません。障害というのは非常に繊細なデータになります。障害に関するデータを集めるっていうのは、個人情報の問題からも繊細な非常に行為に当たるところです。で、また、障害の診断を受けたことがないからいいえという方もいます。これは一見、正しいなというふうに思うかもしれませんが、私が専門としている発達障害というのは大人になってから気づく、わかるというケースもあります。本人も自覚してない障害もあるので、本人の自覚以外のデータを集めていくっていうことは、障害の知る分野においてはとても大事なことの一つかなと思います。例えばコミュニケーションが苦手な方であれば、コミュニケーション能力。それは障害の一つである自閉スペクトラム症にも関連するかもしれません。このようにデータ収集において、障害ということをダイレクトに聞くこと以外に、いろいろなアプローチで障害に迫るということが、データ収集において大切ですし、その言葉の取り扱い、相手がどう思うか、どう受け止めるかということに
関心や想像を膨らませながらデータを集めていくっていうことが肝要かなと思います。さてもう一つですね、データ収集から先の話になりますが、データを集めてどう取り扱っていくか、管理していくかということで、よく量的な分析を行う、統計分析を行う場合に、外れ値という言葉があります。外れ値というのは、ある意味障害が見えやすくなる部分、見えにくくなる部分があるなというふうに思っています。この画面の右上ですね、正規分布という、グラフがあります。これは、例えば横軸をですね、知能としましょう。IQ が左側に行くほど低いですよ、右側に行くほど高いですよ。で、上に行くほどその人数が多くて、その人数が少ないと下に下がっていくという分布を示しています。で、このデータ全体の分布から外れているものを外れ値というので、右側にある簡単なグラフで見ると、左端。これは知能が著しく低い人、知的障害があるかもしれません。右端。著しく高い、ギフテッドとかいうふうに言われることがあります。これは障害のある人その人だけを見るとわからないんですが、障害のない人も含めたデータがあるからこそ、個人間で比較をして何がいわゆる凸凹の母語になっているか、障害になっているかっていうことが見やすくなる場合もあります。なので、障害について知りたい人ほど、障害のない人のデータを集めていくことも大事かなと思っています。ただ、データの集めた後の取り扱い、その取り扱いによって障害が見えにくくなることがあります。よく統計処理の中では、平均値をベースとする統計処理があります。この平均値というのは、ある別の集団の平均値とどれぐらい違いますか？これを聞いている方でひょっとしたら疑問を持つかもしれません。障害について知りたいと外れ値っていうことにより迫っていくんですが、統計処理をするときに平均値にすると、なかなか見えにくくなることがあるんですね。なので、取り扱いにおいては、外れ値っていうこととかを考慮した処理とか、あるいは障害のある人を他の人と比較するのではなくて、個人内のデータ、ちょっと前のその方の状況、あるいはその先のその人の状況を同じような測り方で繰り返し測っていく。その変化を追っていくっていうことも大切かなと思います。ここからは障害に関するデータということで、データというのは研究者だけのものではないです。特に障害科学においては、実践の現場でデータを使うっていうことも私は大切なんじゃないかなと思っています。先ほど経験と勘ということをお話ししましたが、経験と勘だけのサポートから脱却していくために、データに基づく意思決定というのが大事だろうと思っています。例えば、先ほどですね、エビデンスベースドプラクティスの話をしたときに、先行研究、その科学的根拠を得た知見の集団と、異なる集団を実践現場では取り扱いますよということをお話ししました。再現性という言葉は心理学の領域でもよく言われますが、必ずしも根拠、エビデンスとされるデータと実践で見えるデータが一致しない場合もあります。それはどちらが間違っているのかというと、実はどちらも間違ってないんですね。実践現場でデータを取りながら考える。違うということはどういうことなんだろうかっていうことをデータに基づいて考え、次のアクションをしていくっていうことが、サポート、実践の部分では重要かなと思っています。これはアメリカでは特に進んでいる分野ですけれども、学校の中で児童生徒の問題行動があります。例えばいじめとか非行とかがありますね。その問題行動を管理監督するためにデータを収集する仕組みというものが実はあります。Office Discipline Referral ということで ODR というものが用いられます。学校における問題行動の状況を学校教員が客観的な数値データとして把握することができ、データに基づいて学校での対応を検討するということで、研究者だけのものではなくって、実践家、教育、福祉の分野においてもデータというものは活用できる価値があるんじゃないかなと思います。さて、そのデータに基づく意思決定という話をしたので、より具体的に私が研究の中で
福祉施設においてやってきた研究の話を少し触れたいと思っています。私は福祉施設の中でも児童養護施設という施設の職員をしていたこともあったので、児童養護施設における職員のマネジメントという研究をずっとしてきています。児童養護施設にはいろいろなお子さんがいます。発達障害のあるお子さんが 20%、虐待を受けたお子さんが 60% ということで、これらのお子さんは生活場面で情緒行動上の問題を示しやすいと言われています。そのようなお子さんへの対応にですね、過度な不満や負担感を感じる職員の方、これはケアワーカーというんですけども、約 92% と非常に高い割合でいるということが、昔のデータですけれども言われています。虐待を受けたお子さん、発達障害のお子さんがどんどん増えていく。で、多くの職員はどのように対応したらいいかわからない。本当に経験と勘だけではなかなかうまくいかないところがあるんだろうなということをいつも見ながら思っています。その場合に一人の職員だけで抱えるのではなくて、組織的なやはり仕組み作りっていうのは重要かなと思っています。そのお子さんに関わる職員さんは一人ではないかもしれません。いろんな職員が関わるので、情報共有が必要でしょう。そしてその職員さんが働くには、管理職や施設全体の運営管理の下で働く必要があるので、この施設における支援の仕組みを再検討するっていうことも重要かなというふうに言われています。その中で、昔全国調査をしたことがあるんですけれども、お子さんのパフォーマンス、お子さんがどのような行動をして、どのような課題があるのかっていうことを職員が効率的に記録共有していくことっていうのが支援の計画、そしてその活用に役立つんじゃないかっていうことが言われています。これは教育や福祉の現場でよく言われる PDCA サイクルの確立にも重要な役割を果たします。PDCA というのはプラン、計画として支援の目標や方法を立てます。その計画に基づいて支援を実施し、その結果を記録し評価する。そしてそのデータに基づいた、この結果の記録に基づいて支援方針を決定することで、PDCA サイクルが回るんだろうなと思いますが、よく陥る課題としては、このチェックという部分がなかなか実践現場ではうまくいかない、やれないということで、立てた目標をそのままやって続けてしまう。子供の様子は変わらないのに同じことをしてしまう。とか、適切ではない対応を続けてしまう。支援が改善していかない。サイクルが循環しないということがあります。そこで、これは私の専門分野、行動分析学、あるいは応用行動分析学とも呼びますが、心理学の一つのアプローチの一つです。で、この行動分析学では、観察可能な行動を捉えて問題を把握し、本人ではなく環境の調整をすることでその行動を変えていく。このプロセスというのは非常に具体的であることと、とても大切にしている今回のテーマである部分が、客観的なデータで効果を測定評価するっていうことを重視しているポイントとして挙げています。客観的なデータに基づいて問題解決するので、児童養護施設における先の課題を解消できるんじゃないかなと。じゃあ、これまでの職員支援というのはどういうふうなアプローチをしてきたのかということを少し触れていきたいと思います。職員への間接支援、例えばバーンアウトとかっていう課題がよくありますが、この行動分析学では児童の問題行動を解決するための一つのツール、技法として機能的行動アセスメントという方法が用いられています。これは今回詳しくは述べませんが、その問題となる行動の前に先行してどんなことがあるのか、その行動の後にどんな出来事があったのかっていう情報を集めて、問題行動が起きる理由を、この英語の ABC という頭文字を取って分析していくという方法があります。で、その分析するこのアセスメントのやり方を、例えばコンサルテーション、外部の専門家、コンサルタントが行って、お子さん、クライアントや職員の方の問題解決をする。あるいはそのやり方を職員さんに研修するっていうようなアプローチがこれまでよく行われてきています。でもこのコンサルテーションにも課題があるわけですね。外部支援者がいるときにはいいんだけれども、不在のときに職員主体で解決ができない。なぜなら
外部の専門家が言われたことに職員が反応して対応する。じゃあいなければ何も言われないのでどう対応していいかわからないということが考えられます。また研修を受けたとして、それが職員全員だったらまだしも、例えば教育、福祉の現場だと一部の職員が研修に行くっていうことも少なくありません。その研修で教えられた、この内容を使えるとその方が思っても、いや、他の人知らないし、なぜそんなことするの？今までのやり方をなぜ変えるの？っていうふうになかなかその組織で普及しない場合もあります。また、データということに少し関連して、福祉教育施設の記録の課題というのがあります。福祉教育施設で記録を取ることはいくつかのツールで行われますが、よく行うのが毎日取る日誌やケース記録ですね。これもある種のデータですが、書く人それぞれ書き方が違いますし、自由記述で書いていくので、見返してもあまり参考にならない。せっかく取っているデータなのに活用できないということがあります。またもう一つ、支援の計画を、例えば福祉施設であれば半期に1回立てることがあります。これは目標を立てて支援のやり方を記述するんですが、なかなかうまく計画が立てられない、時間がかかるという方もいらっしゃいます。で、こういうデータを取る行為とかデータを扱う行為っていうのは、実は国の施策でも義務付けられてはいるんですが、なかなか活用できない、無駄が多いというものがあります。なので、私が研究の関心として思ったのは、この無駄をうまく活用できないかと。日々の記録を目標ができたかできなかったかということで分類して、そうすると有効な支援とそうではない支援が分類できるんじゃないか。そうすると個々の特性に応じて計画立案ができるんじゃないかということを考えました。これがその模式図ですね。外部支援者は行動記録のツールを施設に置いていって、で、その行動記録の使い方、活かし方、例えば会議の進行の仕方だけを伝えて、具体的なアドバイスはしない。で、各職員はその記録を用いて、記録結果、データをもとに支援方法を協議する。そうすると外部支援者がいなくても、職員だけでデータを取り、貯めていって改善していくというサイクルができるんじゃないかというふうに思ったわけですね。で、どんなふうにデータを取ったかというと、そんなに複雑なことはしていません。例えば日誌、これはマイクロソフトの Excel で書かれた日誌だったんですけれども、その日誌にできたかどうか、例えばこの方であれば、このお子さんであればですね、夕食を時間内に食べ終えることができなかったので、その後日課が遅れてしまって注意叱責を受けるということがよくありました。じゃあ、その前に前兆としてあるその夕食を食べ終えるっていうことを一つの目標にして取っていきましょうというデータの集め方の伝え方をしました。で、その後、丸×を入力してもらって、それが自動的にグラフになるようにして。ただこれだけだと、うまくやり方がわからないということもあったので、先ほど A、B、C と言いましたが、その対応ですね、職員さんの対応、行動の前にどのようなことをしたのか、行動の後にどのようなことをしたのか、お子さんはどんな行動をしたのかっていうことを記述していって、貯めていっていただきました。これが実際の記録ツールの画面になります。これは先ほどと違うお子さんになりますが、人を叩く、他のお子さんを叩くという行為が頻発するお子さんでした。で、少し画面を動かしますが、×、丸というふうに、その日ごとにできたかできなかったかを記録していく。ただそれだけで、週単位で右側のグラフに現れるように、どれぐらいその行動が正規していったか。これは先ほど言った個人内の比較です。他のお子さんと比べてはいないんだけれども、前のそのお子さんの様子と、その先のお子さんの様子と比べてどうだろうか、変化が見られるかということを見ています。そしてさらにですね、その記述っていうのを、×の時は青く、丸の時は赤くすることで、有効な支援とそうではない支援というのを分類して、職員だけでデータに基づいて対応を意思決定するということを促しています。
この場合は頭を叩くっていうのは周りに近くにね、他のお子さんがいるとき、その反応を楽しんでいるのかもしれない。でも仲良く一緒に遊ぶことができる。例えばサッカーしているときにですね。なので、仲良く遊べるような仕掛けを前もって用意しておくと、もっと叩かないで済むんじゃないかという対応を職員さんが思いつくかもしれません。で、このデータを月に1回ですね、会議がありますので、その会議の場でチェックをする。その結果は、目標を達成してますか？例えば週単位でどれぐらいの頻度が正規したら目標を達成する、しないというのを決めておいて、達成してなければいくつかの理由がありますよと。そもそも評価できない、記録が足りないんじゃないか。あるいは支援の方法を計画したんだけど実施してないんじゃないか。そのお子さんにとって難しすぎるんじゃないか。あるいはいろいろやってるんだけれども対応の工夫が必要なので、もう少し記述を細かく見ていきましょうと。それぞれの場合ごとに対応のパターンということをこの図で示していって、外部の支援者が一つ一つ助言をしなくても、職員さんがデータとこの表に基づいて次のアクションを起こせるようにということを目的に導入しています。もちろん目標を達成している場合でも、目標を継続したり新しい目標を立てたり、よりサポートを発展させていくっていうことを促しています。これによってですね、これは2名のお子さんだったんですが、上のお子さんは攻撃、例えば他のお子さんを叩くということが1日あたり8から10回あったというデータですね。下のお子さんは掃除の日課が目標だったんですけども、掃除の日課になかなか取り組まない。掃除の日課の時間のうち、だいたい最初は6割強。その次は2割以下ということで、どんどん掃除の日課への従事、取り組みっていうのが悪くなっているということがわかります。職員への声かけも、これは頻度ですけれども、7回、あるいは4回と一定の声かけが必要であるということがわかります。その後、記録ツールと先ほどの表を使って会議を進行してもらうと、そのお子さんへの対応をアドバイスしたわけでもないにもかかわらず、上のお子さんでは攻撃行動が減って、下のお子さんでは掃除の日課の従事が増えて、そして職員の声かけも減って自立を促すことができたというデータになります。またその記録というものの正規、内容についても追っていきました。最初は記録の正規率っていうのが5割前後だったんですが、その施設の中で記録をつけていきましょうっていうことを会議の中で言っていただくことで、安定してだいたい 100% に近い値で記録が続いていく。そしてフォローアップ。これはもうそもそも外部支援者がいない状況になるんですけれども、外部の支援者がいなくても目標を自分で立てて、それを記録して、そして支援をしていくっていうことが、これは1年間以上記録が維持したという例になります。今ではこの研究を少し発展させて、もう少し実践現場でデータを集めやすくするツール、これをポジティブカルテと名付けてますが、行動を記録していって、簡単な丸×をアプリで入力していって、でそれをまた貯めていく、で見返していくっていうことを、より職員さんが簡単に行えるように、研究を進めています。最後にですね、このデータに基づく意思決定ということで、計画を立てる、実行するということは、これまでの経験と勘でもできますが、それにさらにデータを加えることによって、そのデータを分析、適切に取り扱っていくことによって、今の職員さんの既存の支援ノウハウ、経験と勘をよりよく引き出して、支援の PDCA サイクル、これが循環していくんじゃないか。こういうデータに基づく問題解決っていうのは、障害を科学する分野においては、とても大切なんじゃないかなというふうに思っています。最後まとめに移ります。障害科学におけるデータはどのような役割を果たすか。一つ目に、障害のある人、またはない人の特徴を知るということ。
また、同様の障害のある人に有効な根拠のあるサポートを知るため。そして、サポートにより生じる目の前の障害のある人の変化を知る。このような役割がデータにはあるかなと思います。このデータの取り扱いをこの動画を見ている皆さんが適切に学ぶことで、何が障害となっているかが見えやすくなる。それだけじゃなくて、一人一人の実践者の経験と感を脱却するというよりも、よりよく活かすような適切な関わり方をデータが導いてくれる場合もあるんじゃないかなというふうに思っています。私のプレゼンテーションは以上となります。ご清聴ありがとうございました。